この動画は低クオリティ低画質でお送りします。これ積むの重っ。重いっしょ。やばいねこれ。ビビりましたもん、私も最初。遅くなるよ車。このメーカーってなんて読むと思います？私もね、わからないんですよ。アートとエートとアトート、いろんな呼び方があるっぽいんですが、正解がわからないということでね。で、今回これサブウーハーつけます。買ったの？もらったんです。もらったの？企業案件ということで。おお、初企業案件。はい、来ました。なのでこれをつけていってどういう音が出るのか楽しみですね。皆さんとも共有していきますよ。よろしくお願いします。リモコンがついてるみたいなので、リモコンで音量調整できるんじゃないかなと思います。こういったね、説明書もしっかりありますよ。で、しかも日本語表記もありますから、なかなかお優しいんじゃないかなと思いますね。バッテリー線、これ多分5メートルぐらいありますので十分かなと思います。スピーカー配線と、でこれがバッテリー線でリモート線で、これがマイナスのアース、これ一体式になってますね。ただね、ちょっと気になったのがこのスピーカー配線なんですけど、これハイパスって言ってスピーカーの線につけるところなんですが、ここにカプラーがついちゃってるんですよ。これは正直どうかなとは思いました。なのでギボシ端子がこうついてたらよかったかなって正直思いますね。リモート配線の延長ケーブル、多分5メートルあるかもしれないですね。だから長さ的には十分かなと思っていますね。重い重いっすよ。なんで俺が出すんだ。石本さん、それ何キロぐらいありそうですか？お米。ああ、米5キロ分ぐらいかな。はい、結構見てください。薄いんですよ。平べったくて。じゃここに乗っければ。最高出力が400ワットと結構出力がでかい。なので最初ナビウラの電源から取ろうかなと思ったんですが、ワット数がでかいので、いわゆる抜直みたいな形でつけていきたいと思います。で、まずは最初に配線関連の取り付けからいきます。抜直の配線をやっていきたいと思うんですが、助手席側のここのフェンダーの下を通して中の方に行きたいと思います。アンダーカバーを外していきます。アンダーカバーじゃない。アンダーカバーじゃないの？あ、外れましたね。針金をまず通そうかなっていう感じなんですよね。ここから針金が出てくるようなイメージなんですが、来た、出てきました。ドア側にですね、一つゴムパッキンがありまして、これ外れるんですよ。で、外しましたら中に通せますので、一旦ゴムパッキンを外します。硬いんだけど。これがこの真ん中に穴開けんの。そうなんです。これが通るぐらいでしょ。あ、失敗した。先にこっちから行った方が良かったんじゃん。あ、結構大きな穴開けちゃないといけないじゃん、こっちだと。ああ、そうか。もう一回やり直し。配線を通すときに中のここの内張りを剥がします。ここに1個ありまして、さらに発煙筒がついてるカバーがあるじゃないですか。これも外しまして、穴がね、この中にねペロンっているんですよ。多分ここ見えます？ちょっと上の方なんですけど、ここに穴がありまして、ここに配線を通しますと、さっきのゴムパッキンが閉まっていた穴がこの辺りにあるんですが、ここから配線がビヨーンって出るような仕組みですね。引き込みが完了いたしまして、今ゴムパッキンの方にも通した状態でございます。来た。抜直の配線処理が完了いたしました。このように引き伸ばしております。ずーっとこう来ましてですね、でアンダーカバーといいますか、フェンダーの方にぐるーっと持っていって、この中に入っていくみたいな感じですね。内側なんですけども、この赤い色が目印でぐるっと下の方に通っていきまして、ゴムパッキンのところになるんですが、見づらくて申し訳ございませんが、このような感じでぐるっと室内の方に引き込んでいくっていうことで、あっしゃー、いててつったつった。付属品の長さで試したところですね、もう余力があと2メートルあるかないかぐらいなんですよね。運転席側の下に最初つけようかなと思ったんですけど、ちょっとつかなそうにないなってイメージがございます。なのでここで延長していくかっていう感じなんですが、今延長ケーブルがないので、そのまんまとりあえず取り付けていこうかなと思います。で、外し方はどうやるんでしたっけね。まずこれ。はい。ペコってセンターコンソールのサイド側を抜いていきますと。
この辺のカバー類をガンガン外していくんですが、お前またやんねえのかよって思うかもしれないですけど、結構ね手伝ってますからね。確かでこっちははい手前に引っ張る。手前に引く。うわーいったー。硬いんだよこれ。なんでこっち外してないじゃん。お願いします。片手じゃできないですよ。コントローラー邪魔くせ。邪魔くさい言わない。あはい、で次がね、これネジで2箇所止めされてるんですよね、このカバーが。これも取んの？これも取ります。なのでこれで取ってください。なんだ。隙間から押して。うん、そうですね。このカバーが外れました。おそらくここのところに多分爪が入っていて、ゴッと盛り上げるとバカって外れるのかなっていう感じなんです。爪が1、2で真ん中1個。5箇所っぽいですね。でこれで浮き上がるんですが、そのままガッてやっちゃうと下にこういうボタンの配線がついてるので、これをね剥がさなきゃいけないっていうのがあるんですよね。で取ります。これね、もうこの状態で浮かした状態で1回取るしかないんですよね。よいしょよいしょ。はい、爪で刺さってんのかな、まだな。これがね抜けるはずなんですよ。そこか。うん、これだ。すごい。どうやって外しました？下の爪の一番下をこうやって白い爪を。こうか。で爪がビヨンって取れて、エアコンが外れました。このナビの下にあるネジを外していきます。私のお車の場合はドライバーのネジ穴があると思うんですが、車種によってはですね、多分等ミリ六角、はい、8ミリとか。8ミリじゃねえ。おこれなんですよ。外れたぜ。こいつを外さないと難しいみたいな感じで、ナビが少しずつむき出しになっていくような気がする。この中で作業するのっていうのが今映してるところなんですが、ちょっと大きいピン、これ24ピンぐらいの赤とか緑とか黄色とかあると思うんですが、これを外していくっていう感じなんですよ。でこの赤がアクセサリー電源って言われてるところかな。ここにこんな細いのぶち込むんですよ。マジでこれ大変じゃん。外し方はこの白いのがいわゆるロックみたいのがかかってるので、こいつをドーンと解除していきます。あれさっき外れた。よいしょ。あれいったこのような感じでロックが解除されて、あとは引っこ抜くだけですかね。それで一応外れましたということで、この今外したカプラー配線からいろいろとつけていくっていう流れになりますよ。でこのまんまつけようとすると多分無理なんですよね。こういった赤い線とかいろんな線がありまして、じゃあこうして全部線外さなきゃダメって思うじゃないですか。もうこんなのやってられないっていうことで、一ついい品を用意いたしました。ででん。何それ？スピーカー出力取り出しケーブルっていうのがありまして、でこれ純正のナビ専用のやつで売ってたんですよ。これを買いました。4400円で。でこれをつけることによってスピーカー配線が簡単にギボシでつけられるよっていう感じなんですよね。だからここのカプラーにかぶせていくっていう感じ。カプラーカンって感じ。そんな感じ。アクセサリー電源っていうのも取らなきゃいけないんですが、おそらくその延長ケーブルこいつなんですけど、こいつもどっかにアクセサリー線が絶対いるはずなので、こっちから導線むき出しにしてアクセサリーリモート電源をつけていこうかなって考えてます。どこにいるかわかんないのでも。わかります。わかるな。はい、わかります。その線一個一個で今回私のギャザーズのナビはですね、このような BH14 っていう型で合うんですけども、ナビの種類によっては BH15 っていうタイプもあって、それをきちんと調べてつけなきゃいけないっていうのがあるんで、多分こいつはこれでつくはず。配線図っていうのがあって、それを見たらですね、下の方にですねアクセサリー電源が通ってるということで探した結果こちらになります。下の右から2番目ですね。
こんな感じ。はい、はい、でこいつをまず導線むき出しにして、直結していくような感じです。これ昔ながらの手法だからね、何とも言えませんが。買ったら高かった。はいはい、純正の配線をガシャガシャやるよりかは、まあね、こっちでやった方がまだね、こっちダメにしたらね、はい、これ取り替えればいいんだもんね。そうなんです。こうやって出てくる。ああ、出てきた出てきた。今これ持ってきたんですけど、こういう時に役に立つのがギボシセットの中にあるこのなんかすごいやつで、これ一回切っちゃいますね。じゃあ昔ながらの手法で私はやらさせていただきます。というのも、なんでお前こんなにできるんだよって思うかもしれないですけど、昔20代の頃にオーディオを何度も配線やったことがあって、でサブウーファー、でかいウーファー、アンプとかつなげたことがあるんで、ちょっとした知識はあるみたいな感じなんですよね。この導線と導線をこうやってつなげていくっていう感じなんですけど、単純に言うとこのようにつけて二股にしていくっていう感じ。ここを絶縁テープできましたので、これがアクセサリー電源、いわゆるリモート電源で使います。 RCA 端子っていう赤と白の音声端子ってあると思うんですが、あれ純正ってついてないんですよね。じゃあどうするかって言ったら、ウーハーからスピーカー配線をつなげて信号を送るっていう感じなんですよ。だから本来ですと左と右で、各2本ずつ計4本ぶっ刺していくっていう感じなんですけど、まあそれやるのがめんどくさいということで、ちょっと無理やりではありますが、ここから RCA 端子で変換してウーファーにつけていくっていう作業をしていきます。でじゃあ何かっつったら、これね追加で用意したんですよね。ボスのこの RCA コンバーターって言われてるやつで、これが変換してくれるやつなんですよ。プチプチってつなげで終わりやね。そうでウーファーの方赤白でつなげる。これだと結構配線もスマートかなと思うんですよね。普通に4本でやったら4本分全部残さなきゃいけないんで、かなり面倒くさいっていうのは、詳しいのは概要欄に載っけておりますので、ぜひご覧くださいませ。ハイパスでつなげるときは、だいたいリアスピーカーの配線で取るような感じですね。で紫とグレーをつけます。リアスピーカーの緑と緑黒、緑と緑黒、これか。スピーカーの配線が終わりましたと。アクセサリー電源いきましょう。ウーハーの付属品でついているリモート線、アクセサリー電源の方に、これなんでリモートをつけるんだって話なんですけど、バッチョフからつないでいくからもう大丈夫だろうって思うじゃないですか。違うんですよね。なぜかというと、バッテリーっていうのが直接電源がザーンって常時電源ということできちゃってるので、信号がないわけなんですよね。だから本当にサブウーハーの電源オンしたいよとか、信号が欲しいよって言った場合、このリモート線っていうのをつなげるっていうのが目的らしいですね。アクセサリー電源っていうのも基本的にエンジンオンにした時につなげる電源と一緒なので、基本的には一緒かなっていう感じで、これでパカッとつけます。ウーハー側の付属がこいつなんですよね。バッテリーの常時電源です。ちょっとどうかなと思っちゃうのが、こういうのがないんですよね。だからもう絶縁テープ巻くしかない。最悪そんな感じです、ね。巻いとかないとやばいよね。ちょっと仮止めしときます。やっぱりね。やっぱこういうところがちょっと怖いなっていうのが正直なところです、ね。バッテリー直でくんね、その金属むき出しや。やばいっすね。青いところね。青いところがさっき貼っつけた青いやつ。はい、リモート線でいきます。中華あるあるで、こういうところがメスメスとかそういう可能性もあるかなって思ったんですけど、このアトトさんはしっかりしてますね。こういうところはちゃんと純粋につけることができました。とりあえずアースの方は仮で取っちゃいますね。こうってこと？そういうこと。ここか、さっきつないできた配線をここの12プラスとかいろんなこと書いてあるところにカチンと刺します。カチャッと入りました。で音声信号がですね、こいつを買いました。このまんまの状態で買ってパッて取り付けられるって言ったらちょっと難しいかなと思いますね。こういった延長ケーブルですとか、そういったものを用意した方がいいですね。後で詳細をお伝えします。赤と白です。こっ
ち側のコンバーターも赤と白、この付属で入っているコントローラーです。かわいい。しかも面白いのが、見てください、電話線なんですよリモートって書いてあるコントロールっていうところでこっちでいけるみたいな。あとバッテリーをつなぐ。バッテリーつながりました。あっちだよ、外。ああ、そっか、基本的にはマイナスから外します。ああ、ここだ。ついた。くるくるマークがつきました。くるくるマークついた。はい、バッ着完成です。運命のお時間がやってまいりました。電源オンのお時間です。お、あ、来た。今電源置いがたパワー。つきましたね。あ、これは車庫調の音です。お、来てる。来てますね。結構低音聞いてるかな。ボーン来てる。これがマックスか。例えばこれを今マックス。でもなんか、これマックスでこの辺あんま変わんないじゃん。で半分を過ぎたぐらいからちょっと弱くなって、でどんどん弱くなってくる。でも半分超えてくるとそんなに感じる変化はない。なるほど、だからミニマムから半分ぐらいが微調整ができるって感じで、あとはもう、そんなに感覚は変わらない。もう一つつまみ調整があって、ここでもブーストとかが変えられるんですよ。じゃあこれをもう上げとけばまた変わるの。変わりますね。よし、成功だ。とりあえずついた。結論から言いますと、こちらのサブウーファー、個人的にはありかなと思っております。ここからはサブウーファーの概要、良いところ、悪いところ、そして最後にもう一度音を鳴らしますので、良いか悪いか判断を含めてもう少しだけご一緒にお付き合いください。よろしくお願いします。こちらの長さが 34.5 センチで、こちらの長さが 24.5 センチで、厚みがですね、なんと 6.5 センチぐらいなんですよね。結構薄型でいいなっていう感じがいたしますよ。スピーカーのサイズなんですけど、これが10インチ 25.4 センチとなっておりますよ。最大出力の方が 400W で、平均の出力が 150W となっております。周波数応答なんですけども 20Hz から 250Hz となっております。インピーダンスっていうのもあって、ちょっと私もよくわかんないんですけど、これが3オームになっているそうなんですよね。入力電圧が 14.8V、 ハイレベルの入力電圧が 0.1V から 18V、 ローレベルの入力電圧が 0.5 から 0.9V になっております。信号帯雑音比が90デシベル。これちょっとよくわかんないですけど、全光超波歪み、これなんですかね、なんか 1%、不統合 1% みたいな感じに書いてありまして、最後にフェーズコントロールが0度から180度という形になっておりますよ。バッテリーから直接つないできた配線の方にヒューズというものがございます。でそのヒューズがですね、ガラス管ヒューズになっておりまして、確か10アンピアの L の 250V と書いてありました。これはね、10アンピアまで対応ができまして、最高が 250V まで対応してくれますよっていうヒューズ管ですね。で私最初5アンペアかなと思ったんですが、意外に大きな数値を叩き出してるなとは思いました。ただ10アンペアの 250V ですと、市販でもガラス管ヒューズが300円から500円ぐらいで売っておりましたので、万が一ヒューズを飛ばした場合は、量販店で簡単に買えるかなって勝手ながら考えております。ただね、 L っていう表示がちょっとよくわかんないんですけど、多分ですね、普通の10アンペアの 250V でも十分いけるのかなとは思います。で実は1回ですね、やらかしましてヒューズ飛ばしちゃったんですよ。純正っていうか弟さんがもともとついてたやつなんですけど、で量販店に行って5アンペアのやつを買ってきてつけたところ、一応はついたんですけど、後々よく見たらあれ10アンペアじゃんということになっていたので、10アンペアを今買い直してる最中でございます。5アンペアでもつくことはつくんですが、ちょっとね、なんかやっぱり数値は合わせたいですよね。
こちらにいっぱいボタンとかつまみがあると思うんですが、まず最初にですねこちらのボタンからいきましょう。これがですね電源のオンオフボタンになります。これいいですよね。オンオフがあるっていうのはちょっと助かるなっていう感じがいたします。でこの電源オンオフにしますと、こちらのですね赤いランプと緑色のランプがあるんですが、緑ランプが電源がついてますよっていう表示になります。で赤色のプロって書いてあるじゃないですか。これ皆さん何だと思います？そう、正解でございます。これプロテクトという意味で、保護回路が機能してるか機能してないかっていう表示がわかるんですよね。ウーハーの方の回路がですね、うわーやばい、これはやべえよ、ちょっとやめようぜって言った時に、このプロっていうのが光って完全に電源オフにしてくれるんですよ。これがですね範囲の指定ができるんですよ。0度から180度まで広がってくれるんですが、ちょっとポチポチ試したところ、0度っていうのはね本当にもうこのウーハーが目の前にある状態でボンボン鳴らすんだったらいいんですけども、遠くに行けば行くほどですねやはり距離が出てしまいますので、ウーハーの出力が落ちてしまうんですよね。聞こえの感じなんですけど、それをちょっと補うためにこの180度に設定するんですよ。そうすると少しボンボンボンっていう広がりが出てきて音がかなり良くなりますので、私はねもうこれ180度という形にしております。今180度だよな。LAN ケーブルの差し込み口みたいなやつ、これがリモコンをつなげる配線となっております。これがローパスフィルターみたいな感じになっておりまして、これを下げれば下げるほど中音域とかがなくなって低音域だけが出てくるっていう感じなんですが、でこれもですね私の環境上ではもうマックスですね 150Hz だったっけ、これベースブーストって書いてあって、いわゆる低音を強調するかしないかのゲイン調整みたいなもんなんですが、これもねマックスにしております。正直ねミニマムとか半分でもそんなに音が良くなかったっていうかね届かなかったので、とりあえずもうマックスで、さらにここのゲインなんですけど、これがね簡単に言うとこのウーハーの音量調整みたいなもんなんですが、これもですねほぼマックスにしております。このゲイン調整のやり方が実はありまして、アトトさんの説明書にも書いてあるんですが、ここにね説明書実はあるんですけども、でこのゲイン調整をするときはですねちょっとしたコツがあるみたいなんですよね。こちらのウーハーを設置した後にコントロールを最小限にします。ゲイン調整をミニマムにするということなんですが、オーディオナビ側の音量をですね3分の2までガーって上げてちょっと音を大きくするんですよ。でそこからゲインのつまみをですねどんどん上げていって、歪みが生じした場合はその歪みがなくなるまでゲインを下げていくみたいな感じ、これで調整していくっていうのがこの説明書で書いてある推奨値なんですよ。で私の方でこれやったんですけど、マックスにしてもねそんなに歪みが生じないんですよね。フルマックスにやるのはちょっと怖いので、少しねゲインの方は下げております。8割程度でございますね。ローパスが 150Hz、 ベースブーストがマックスで、ゲイン調整が8割程度で調整いたしました。これでねなんとかいい音出るなという感じがいたしましたよ。で白と赤の端子なんですが、これが RCA 端子と呼ばれているところになります。白いカプラーみたいなものがあると思うんですが、これがですね電源を取ったりとかする配線のカプラーになります。マジックテープもついております。なのでこうやってペタペタってくっつけて固定することもできますね。でさらに嬉しいことにこういったステーとかもついておりますので、これで固定するっていうこともできますので、付属に関しては結構お優しいかなって感じましたよ。これはねいいですね、ありがとうございますって感じです。でこの黄色のやつがヒューズ20アンペアみたいな感じになっておりますよ。でこれが全ての概要みたいな感じになってます。これほんとね6キロぐらい、めちゃくちゃ重いし、これちょっと悪いところにも直結しちゃうんですけど、重量があって、でかなりねこれねわかります？これプラスチックじゃないんですよ、鉄なんですよね。よってどこに設置しても耐久性がありそうだなって感じました。でさらに音を出す時にプラスチック製のやつとかですと、やはりねビビリ音っていうんですかね、ビビ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 みたいな、そういった音も昔つけた時に発生した記憶があったので、このようにちょっと鉄製みたいな感じだとなかなかいいのかなとは思っております。これがね一ついい点でございますね。説明書が日本語表記でしっかりとしているっていうところでしょうかね。ところどころでなんか面白い日本語になっているところはあるんですが、私ずっとこれ読み倒してたんですけどね、なかなかね分かりやすかったですよ。
これはねいい感じで日本語で訳されてるなっていう感じがして結構見やすいでございます。これ結構薄型じゃないですか。そうすっぽりと座席の下とかにも入りそうなので設置場所に困らないかなっていうところなので結構いいなと思っておりますよ。だから私も一回助手席の下ですとかそこにこうやって FK7 の場合入れてみたんですけど、干渉はしちゃうんですけども、ただね中にスーって入っていきますので、これはいいなっていう感じがします。薄型のいいところが出てますよね。さすがエトートさん、アトートさん、いいでございますね。保護回路がしっかりしているということで安全性にかなり意識を持って作られてるなという感じがしますので、私個人的には何の気兼ねなくブワーッと音量を上げてこうやって快適に鳴らせるなって感じがしてますので、このプロテクション機能保護回路がしっかりしているっていうところがいいなと思いました。最高出力が 400W という結構容量が大きいので、それなりにボン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 音はね出てくれるんですよ。こんなねでっかいウーファーと比べたらそれは確かに音は出ませんけども、通常のスピーカーあるじゃないですか。スピーカーの音量、いわゆる中音域とか低音域が足りないなと思った時に、このアトートさんのサブウーハーで補ってくれるっていう、いわゆるサポート役、支援役っていう感じがするので、かなりね自然な仕上がりになるんじゃないかなと勝手ながら思っています。すごくねそれがいいですよ。うわめちゃくちゃ重い。やっぱり6キロぐらいあるということなので、持ち運びですとかちょっと設置場所を変える時にちょっと重いかなっていう感じもします。いいところでもあり悪いところでもあるので何とも言えないんですけどもね。付属でついているカプラーオンで電源配線取るやつなんですけども、このねバッテリー線なんですけど、分かります？この銀色の部分がむき出しなんですよ。これがちょっと危ないなと思いました。そう私ねこれちょっと配線やってた時にいろいろ設置場所とか考えてたんですけど、その時に移動した時にねちょうどねこれがボディに当たっちゃってバチ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 っていっちゃったんですよ。それでヒューズを飛ばしたっていうのがありますので、これはもう少しねちょっとこう絶縁的なものがあったらいいなとは思いました。よって私はですねこの絶縁テープでとりあえず巻き巻きして変なところに干渉しないように補ってるっていう感じなんですよね。黒いやつこれアースになるんですが、このアース線が短いんですよ。ぶっちゃけ短いです。2メートルあるかないかぐらいなので、アースを取る時にちょっと大変かな、一苦労するかなっていう感じがいたしました。最悪もうこれ延長してつけるか何かしないとダメだなとは思いましたよ。なぜかと言いますと、このアース取る時って基本的にこちらのねナビ裏の方のアースから取るのが結構多くてですね、それだと全然長さが足りないのでって思っちゃいましたね。であとこれハイパスのスピーカー線の配線なんですが、ちょっとねここのところに白いやつ、これカプラーなんですけど、これがついちゃってるのでって思いましたね。全然慣れている人とか得意な人はこのカプラーで加工してパシャってつけることはできるとは思うんですが、私みたいにねめんどくさがり屋っていうか他力本願の人間としてはね、これちょっとカプラーをまた加工して延長するのは難しいなと思ってましたね。せめてこの4つの配線が1つずつギボシ端子でなっていたら最高かなとは思いましたよ。どんなサブウーハーにも言えることかもしれませんが、延長ケーブル的なものが一切ついていないんですよね。別途購入が必要なパーツが結構あるというところでございます。もしですよ、延長ケーブルが3メートルないし5メートルぐらい付属でついてたとしたら、なお最高だったなとは思いますがね。そういうことをやっちゃうと結構値段が上がってしまうのかなっていう恐れもありますが、やはりね私たちユーザーからしますとそういったものが全てついていると楽でいいし、良かったなって思うので、もしね検討していただけるなら延長ケーブルも付属して検討していただけると嬉しいなとは正直思いました。つまみあるじゃないですか。ベースコントロールとか3つ調整できるところ、目印がないんですよ。目印的なものがつまみについていたら非常に優しいなとは思いました。ちょっとここは残念かなと個人的には思います。コントローラーなんですがちょっと安っぽい作りかなっていう感じがしました。ひょっとしたらなんかガシャガシャやったらこれ割れちゃったり壊れちゃったりするんじゃないかなとは思いましたよ。でさらにねこれ今逆さになってるじゃないですか。これが
なんか正常値みたいなんです。だから俺パカってつけるみたいな感じなんですけど、ここに LED のランプがついてるんですが、これがね結構眩しいんですよ。自分で目で見るとかなりね眩しいなっていう感じがするんですよね。これがちょっともう少し光が薄かったらいいなっていう感じはいたしました。ということで、いいところ悪いところをお話しさせていただきましたが、総合的に考えるとこちらつけてね本当に良かったなとは思いますよ。今まで感じたことがない低音がかなり出ましたので、これは長くお付き合いしていきたいなと考えております。それではお待たせいたしました。音を鳴らしてみましょう。ナビのサウンド設定の方は全てフラットの状態にしております。で、イコライザーとかも全部フラットです。スピーカーの設置はですね、今この助手席の下の方に置いております。いきますよ。これで今ステレオサウンドです。この時点でも結構いい音してると思うんですよね。で、多分サブウーファーの設置状況によってはおそらくこっち側の方がベース音が強いのかなとは思っております。で、今コントロールの方がミニマムの状態になっておりまして、つまみの方は個人的に良さを感じたところで設定をしております。じゃあ今上げますよ。マックス。設置場所によっては音の入りが全然違いますね。で、助手席の下に置いたところですね、私の目線っていうか感覚から言いますと、やっぱり左耳からダーってやっぱり低音が強調してくれるので、ガーって広がりっていうのはなさそうな感じがいたします。ミニマムから半分ぐらいまでいきますと徐々に音量は上がっていくんですが、半分よりさらにマックスの方に向かっていくとそんなに変わんないんですよね。ほんと変わったとしても誤差ちょっと分かりづらいかなとは思います。もう一回いきますよ。こんな感じ。ちょっと変わらないかな。だからやっぱり半分がマックスなのかなっていう感じがいたしますね。こんな感じかな。この辺りですかね。助手席の下からちょっと後部座席の、真ん中あたりにちょっと設置してみましょうか。多分いけると思うんですけどね。で、後部座席の中央の方に置きました。これでどういう音が出るんですかね。じゃあいきますよ。まずは音量マックス。今ミニマム。だいぶですね中央の方に寄ってきました。ただ若干やっぱり空間上の問題なんですが、この辺からブワーってベースブーストが来るので、やっぱりこの左耳の方が低音が強調されるかなっていう感じですね。でもだいぶ変わりましたよ。助手席下と比べますと低音域が少しわーって室内の方に広がってきたなとは思います。多分ね、環境だね、設置場所の環境によって変わるのかなっていう感じはします。で、声も結構張り上げてますけど低音がねすごく質がいいですわ。やっぱり抜直から撮ってるっていうのもありますので音質が結構いい。これはいいです。で、全部フラットの状態。楽曲によってベースブーストとかが変わりますので、ちょっと曲変えてみますかね。
れいいんじゃないですか。ドン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 っていうのも非常にマイルドでいい感じで出してくれるので最高かなとは思っております。いいんじゃないですかね。ハイパスとローパスっていういわゆる音声信号の取り方があるんですが、ハイパスの方とローパスの方どっちがいいかって言ったら基本的にはローパス、いわゆる RCA 端子からダーってつなげる方がいいんですよ。でただ私の場合は今回無理やりコンバーターで RCA 化しちゃったので方式はハイパス方式なんですが、何が違うかっていうとね、多分ね音質もそうなんですけど、あと遅延っていうんですかね、それも若干ローパスの方が少なくていいのかなって勝手ながら思っております。ただハイパス方式で今やっているんですが、そういった遅延とかもそんなに発生しておりませんので自然に聞こえる。これいいかもしれない。でさらにですね、オーディオの方のイコライザー設定というところを変えていただきますと、さらにねこちらのパフォーマンスが良くなると言われているんですよね。今現在全部フラットの状態でやっているんですが、ここから私が設定しているイコライザーとかその他諸々の設定をやっていきたいと思います。それでどう変わっていくか見てみましょう。でまずですね、車両タイプがセダン、なんちゃらポジションというのが全てに設定しております。このイコライザーですね、イコライザーちょっと後でいいですかね。これが一気に変わりますので、バランスレーダーがセンターで、なんちゃらイコライザーとかってあるじゃないですか。これオンにします。でバスブーストはとりあえずオフでいいです。でスペースなんちゃらもこれがそうですね、このスペースエンハイサーっていうのがなんかスモールにしてます。これだと結構ね音質が変わるんですよ。でサウンドライザーっていうのは基本的にはこれはオフですね。これなんだろう、サウンドライザー変わるな。リアライザーはオン、こんな感じかな。そしてこの気になるイコライザーの方なんですが、これプリセットあらかじめ用意してたんだよな。間違えた。間違えちゃった。ちょっとプリセット保存してたのが間違えて上書きしちゃったんですが、こいつをベースにしております。でね、確かねこれねこの辺りまで上げるんだよ。こんな感じ。これだいぶ音質変わったんじゃないかなとは思いますよ。かなり変わったんじゃないですか。さっき流してた曲も少し変わると思うんですよね。
いや、アトトさんのサブウーファー結構いいんじゃないですか。この CS101SW なんていう型番なんですけど、価格の方がですね、確か Amazon で26,000円ぐらいで買えたのかな。ちょっとねクーポンで割引もされてるので、さらにお安く求められるのじゃないかなとは思っております。で、概要欄の方にですね、このアトトさんの製品のホームページ載せておきますので、興味ある方ぜひぜひご参考にしてみてください。サブウーファー取り付けたいなとか低音つけたいなという場合は、若干ね癖はありますけども、音質的にはいやかなりいいですわ。今までね私他のメーカーの日本製のやつとかつけてたんですよ。 150W200W ですとか、昔の話なんですけど、それの小さなコンパクトウーファーと比べましたら全然違いました。こんなに出るんだっていうぐらいの感動は受けると思いますので、ぜひぜひ興味ある方参考にしてみてください。私のお車に取り付けたパーツなども他の動画で載せておりますので、ぜひぜひご参照もしくは見ていただきまして、気に入ってくれましたらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。バイバイ。